はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の公式テレグラム、およびですね、ディスコードの方から僕の方で重要だと思ったものを抜粋して紹介の方をしておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説をしていきたいと思います。まず国内取引所、ビットバンクがスパーク FLR の取り扱いを近日中に開始ということですね、公式ツイッターの方で配信の方がありました。で、これに関してはですね、速報として僕の方でね、別の動画で解説しておりますので、そちらの方でね、詳しく解説しておりますので、詳細の方はね、そちらをご覧になってみてください。はい、続いて、いつ頃提案書を見ることができるのでしょうかということで、今ガバナンス提案ね、行われてるんですが、まだ詳細の方はね、発表されてないんですが、それいつ見れますかということで、コミュニティの方からね、質問の方がありまして、ヒューゴ CEO がね、回答のをしております。今日は4週間ぶりに会議も電話もない日ですと。だから今日中に仕上げて社内で回覧してレビューしてもらおうと思うということですね、回答のをされてます。で、今ですね、大変ヒューゴ CEO がね、忙しいようで、チームの方もね、彼は今忙しいということですね、サポートフォローの方入れて、いたのを見たんですが、でもね、時間ができたんで、もう今日中に仕上げて社内で見てもらうっていうことでね、回答のをされてました。はい、続いて F アセットを鋳造して換金できるようなインターフェースや契約はありますかということでね、質問されてます。F アセットっていうのはね、今後サービスとして展開されるもので、鋳造とかミントとかしてね、収益を上げられるようなものに、サービスになります。まあ今後ね、まだちょっと先になりますが、で、それをね、サポートされてますかということで、それに関しては、ビフロストウォレットは F アセットの鋳造に対応しますということでね、答えております。で、ビフローストウォレットがね、結構ソングバードと、フレアネットワークスと結構相性が良くてですね、デフォルトで機能をサポートしてたりっていうのがあるんですよね。で、メタマスクとかですと、コントラクトアドレスを別途登録する作業が必要だったりとか、他のね、作業も必要なんですが、ビフローストウォレットはね、最初からもう、機能が備わってたりするんで、結構便利なウォレットになりますので、まあ、まだね、知らない方は僕の方でブログとか動画で解説しておりますので、そちらからね、見てみてください。はい、続いて、フレアに、関する検証を FTSO に引き継ぐ作業はいつから始まる予定なのでしょうかということで質問されてまして、早ければ来週末にはそのプロセスが開始されると、その都度コミュニティの皆様にご報告しますということですね。で、このバリデーション、がですね、67%、FTSO の方に引き継がれた時に観測モードがね、終了するといった形になります。フレアのね、フレア財団のバリデーション能力が 33% 以下になると。で、今、以前ね、50% ソフトローンチしてるとかいうね、話があったんですが、それに関しては、FTSO のデータプロバイダーが、データを送信している段階ですね。それが 50% ね、進んでるという話だったんですが、このバリデーションっていうのをね、67% FTSO に引き継がなきゃいけないんですが、それに関してはまだ 0%、まだ始まってないっていうので、だからデータを送信して、ブロックトランザクションを早めたりしてる以外にね、これバリデーションの引き継ぎが始まる必要があると。で、それは、来週末ね、にそのプロセスがまず開始されるんで、まあそれからね、どれくらいのスピードで始まって、進んでいくかによって、また9月のね、トークン配布が前後するのかなと思っております。はい、で、続いて、あらゆるレベルの参加者がシームレスに、まあ、絶え間なく投票できるよう、ガバナンスのための、ウェブサイトを開発中ですということで、まあ、要はね、ガバナンス提案、は皆さんが投票できるんですが、結構ね、パソコンとか、まあ、難しい方はね、ブロックエクスプローラーとか、クリックするだけなんですが、ちょっとね、見栄えがね、UI がちょっと悪いので、使いづらいと思うんですよ。ですので、多分ウェブサイトを開発しているということですので、多分ウェブサイトからね、簡単にクリックして投票とかできるようになるのかな。ちょっと内容はわからないですが、まあそういった形でね、チームの方は結構頑張ってね、開発の方をしてくれているようです。はい、続いて来週には企画書が発表されるので、すべてが明らかになりますということでね、いよいよ来週ということです。で、8月、14日になりますので、21の週ですね、企画書は、まあ、21の週にガバナンス提案が発表されると、どういったね、トークンの配布がされるとか、今後の、まあ、15% 以降のね、エアドロップの内訳だったりとかっていうのが多分分かってくるかと思いますので、それがね、はっきり分かり次第、また僕の方でね、動画も撮っていきたいと思います。はい、で続いて、フレアには XRP レジャーのようなトラストラインや、発行アカウントあるのでしょうかということですね。で質問ありまして、EA フレアは XRP レジャーのようなトラストラインは使用しないと。でフレアネットワークスは保険付きブリッジを
使用して、クロスチェーンの価値を伝達するトラストレスネットワークを目指しますということで、トラストレスな、ね、ネットワークを目指すということで、この保険付きブリッジとあとリレーですね、それを使うとそのトラストレスっていうのをね、実現することができるようなんで、XRP に関してはね、トラストラインとね、イシューっていう箱アカウントを使って、展開してるんですが、フレアとかはね、それは使わないということですね。むしろ使わないのを目指してるっていうことになります。で、続いて、15時、取引所は、エアドロップされた FLR をラップできますか？これがね、僕もちょっと気になってたところなんですが、一応ね、そのようなサービスをね、取引所は提供することは可能だと。しかし、そうするかどうかは、それぞれのプラットフォーム次第になりますということで、エアドロップね、取引所にもらう方に関しては、この、今のガバナンス提案ですと、ラップしないとエアドロップされないんですよ。15% をラップしないとその次の月からの 2、3% っていうのをね、もらえないっていう形になります。デリゲートするのが条件ってね、ちょっと勘違いされてる方もいるんですが、ラップするのが必須条件になってます。で、ラップすればね、ラップしただけでは何も収益出ないんで、必然的にデリゲートする流れになるかと思いますが、このラップができるのかっていうのが重要なところになっておりまして、まだガバナンス定が決まってないですけどね。でも、通ったらそのラップしなきゃいけなくなると。で、取引所のユーザーは、取引所ができなかったらね、自己ウォレットとかに移動して、そこでラップすればいい話になるんですけど、二度手間になりますよね。ですが、取引所自体が、そういったサービスをできるようです。だからどういった形になるのか、取引所の中でラップしますかっていう選択ができるようになるのか、それとも取引所に委託するのか、ちょっとそれは分からないんですが、そういったことでね、一応可能ということですね。詳細の方は分かりましたら、またね、解説をしていきたいと思います。はい、続いてフレアトークンの配布に、参加する取引所はその後フレアトークンを直接上場させるのでしょうかということで、上場は各取引所の判断に委ねられていると。で、各取引所から発表される予定です。フレアからではありませんと。で、トークンのエアドロップの配布に同意してても必ずしも上場に同意する、ということではありませんということですね。ですのでエアドロップは配るよと。で、実際に取引所でエアドロップされましたと。ですけども上場しないと取引はできないんで、それはただ持ってるだけでね、残高として表示されてるだけか、もしくは引き出しはできると。他の上場している取引所に送ってそこで取引するっていう可能性もありますので、ですのでエアドロップ配布されてもそこの取引所にそのフレアが上場して取引できるかっていうのはまた別の話ですね。だからすぐ売りたいって考えている方は上場してなければ売れないんで、他の取引所に送信してそこで売るとかね、他の取引所がDEX とかねっていう作業が必要になる可能性もあるということですね。はい、続いて、あなたの提案は、次最後ですね、あなたの提案は何ですか？ 3 年保有を強制されるのは嫌だということで、これね、だから今のガバナンス提案ですと 15% エアドロップしなきゃいけない。で、次の月も2、3%、またそれもエアドロップのため、次のエアドロップのためにまたね、どんどん預けていかなきゃいけないと。そうすると、最長でね、36ヶ月間、3年間ですよね、ずっと預け続けることになると。預けなくてもいいんですよ。強制ではないんですよ。売っちゃえばもらえる量がね、そうトータル量が減っちゃうだけで別に売れるんですけど、売らないですよね、全部もらいたい方は。だから3年保有を強制されるの嫌だっていうね、コミュニティの発言に対して、誰も何かを強制されることではありませんと。それが私たちが近々提案するような参加型モデルの良さなのですと。で、古いモデルは中央集権的な取引所やプラットフォームの言いなりになっている参加者が多いため、より力が必要ですと。しかしそれはね、コミュニティの投票全体にかかっているのでどうなるか見てみましょうということで、チームの方はね、判断の方しております。なので、強制されることはありませんと言ってるのは、だから売れますよね。売れるけど、売ったら次のエアドロップ分とか減ってしまうんで、だからそれは自由ですよと。売るのは自由なんですけども、だから強制はしてないんですけども、っていうところですね。だからでも、売らないのか売るのかは判断はね、自分で減っちゃうけど売るのか、それとも持ってね、もっともらいたいから持っとくのかっていうのは自由ですよと。だから参加型モデルってところなんですね。で、古いモデルはっていうのは、取引所でエアドロップ、そのままね、最初の 15% で 2、3% を取引所でまたずっともらっていくといった形になると、中央集権ですと、取引所にね、依存すると。これ何かって言いますと、他のね、取引所で、ロック
資産をロックされちゃった、取引所とかがあったんですよ。で、そこでもうエアドロップっていうのが、フレアのね、エアドロップっていうのを展開するのにロックされちゃったらね、もうユーザーは売れないじゃないですか。でそういったリスクがあるっていうことをね、コミュニティの方が判断しているようですね。ですので、36ヶ月ね、長期的にわたるんでエアドロップが、だからその36ヶ月間、その取引所が本当に、存在し続けるのかとかね、あとはロックしないリスクがないのかっていうのを加味すると、その自己ウォレット、自分でも持っとく、保管するウォレットの方をにどうやらね、移動させたいって考えているのかもしれません。このね、だからこのね、この意味はね、ちょっと僕もね、まだよくわからないですね。これね、より力が必要ですって、この力が何を意味するのか、ちょっとこれだけだとわからないんですけども、で、ただ、それはコミュニティ全体にかかっているのでどうなるかっていう、だからチームが決めるんじゃなくて、そのコミュニティの投票ですね、今後、ガバナンス提案が、発表されて、それに対してコミュニティが選択をするので、ですので、だからコミュニティが思っている通りにそれが通るか、今後ね、決まってくると。で、それがもし可決されなかった場合は、今までの従来の内容になるようです。その取引所で 15% もらって2、3% 分割配布って形になるような、元に戻るようですね。っていう形になっております。だからこれはね、結構気にしてる人はいるのかと思います。はい、ですので、今はフレアネットワークスね、結構ね、どんどん配信の方しておりますが、今はデータプロバイダーの FTSO のね、バリデーションの引き継ぎっていうところと、あとはガバナンス提案ですね。あと、直近で入ってきたのが、その日本の取引所の上場、ビットバンクですね。ですので、それを3つがね、結構大きな柱になってくるかと思いますので、僕の方でもね、また分かり次第ですね、いろいろ配信、していきたいと思います。で、他のフレアネットワークス関連ですと、オラクルスワップとかね、あとパンゴリンデックスとか、フレアで正式にローンチするデックスですね、などもね、配信しておりますので、そちらもね、合わせて見てみると理解がね、深まるのかと思いますので、よかったらね、見てみてください。はい、じゃあね、直近のフレアネットワークスの情報になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなくすべて無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。